いやー、はいタクシーに後ろに荷物乗せてもらうときに、はい。タクシーにもともと乗ってた運転手さんの傘とかをあれこれ自入ってますよね分のかな、はい自分のかなってなるやつありますよね。ありますね。ということでねストックあるんですか、恐山さん。そういうタクシー乗った時に話す用の。初対面の人とちょっはいと場をね和ますアイスブレイクタクシートークの今最後の1個の引き出しを使ってしまいましここで使ってよかったんですか。ここからまたストック貯め直さなきゃいけないっていうことですか。まあそうなりますね。お互いの共通項を一旦探っておこうみたいなそういう今共通体験を。県のはい。県のあるあるを言ってしまいました。いやすみません、ちょっといきなり県に回らせてしまって一いやー旦様子見させてしまって申し訳ないんですけども。お疲れ様です。お疲れ様です。いや今日が、はねリズムさんとは初対面でしたけど、いやそうなんですよ、恐山さん。なんか意外というか、なんかインターネット上でちょっとお互いになんとなく存在を認知しつつ、コミュニケーションは一度も取ったことがないみたいな。それは触れ合ってるぐらいの距離感なんですけど、ずっとカサ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 聞こえてきてるぐらいでそうそうそこうやって声交えるの実は初めてっていう。ね、はいそうなんですよ。結構インターネットやっぱりそういう人が多くて、いやーなんかね自発的にはい今度遊びましょうよっていう人の方がめちゃくちゃレアでどうです、遊ぶことあります？インターネットで関わった方と。ここ数年はなんか体験型の謎解きイベントとかに呼んでもらったりとか、そういうのでなんか人と知り合ったりってことありますね。ありますか？なんか今ベースドなんちゃらなんちゃらって入ってるらしいですよ。ベースドなんちゃらなんちゃら何がベースなのか。その現地がベース。はい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 、そこに行かないと体験できないというのなんか英語があったらしいんですけど。なるほどなるほど、はい、そこに結構行ってるってことですか？そうですね。そういうイベントがあると、はい、なんか今まで存在は認知してたけど、はい、会ったことない人と会う理由が作れるっていうのもいいとこかもしれないですよね。なるほど。いやそうですよね。僕機会がないと人と会わないんで、お仕事帰りにこうやってお話できてるっていう、なんかきっかけがないとずっとこのままだったと思うんでね。めちゃくちゃわかります。僕は解消できてすごく嬉しいです。いや私も嬉しいです。ずっとお話ししたかったんで、はい、それこそね、ベースドなんちゃらかんちゃらを企画する側でもあるわけじゃないですか。そうですね。はい、考えたりもね、思考実験やってました。あれちょっと行けなかったんですよ、はい、タイミングが合わなくて。でもめちゃくちゃ行きたくて、周りにも行った人結構いて、いや感想聞くの怖いなもうだってね、僕からしたら業界の名うてのあらゆるところでお名前をお聞きする方の知り合いの方の感想っていういやああいうのをやれるのはやっぱすごいなとは思いますけどね。はい。恐山さんは、はい、ご自身のプロフィールを何と名乗っていらっしゃいますか？でも、ライターとか作家とか使うのが多いかもしれないですね。ウェブライターってよく言ってたんですけど、言うほど今もうウェブライティングもしてないいろんなところでお名前見ますから、聞かれること多くないですか？こういった人。そうなんですよ。そういう時に、多分実績的には、YouTuber っていうのが一番いいんですけど、なんかこうね YouTuber ですっていうのってちょっともう一個共通項見つけてしまいましたねリズムさんもねYouTuber ではあるし、そっちの方がまあ目立った活動にはなっているがみたいな。でもなんかこう、そうなんですよね。 YouTuber ですって言うと、なんかいわゆる YouTuber のイメージで捉えられて、なんかそんな YouTube だけをやってるわけでもないけど、なんか、もっと何でも屋さん的なよくわかんない感じなんですよみたいな。それはそれでどうなんだと思いながらね、
どうしたらいいんでしょう肩書き困ったことってあります？例えば賃貸借りられなかったとかは僕は体験したことなんですけどなるほど YouTuber だと。私は一応勤め人でもあるわけです、あ、そうですよね、会社員なんですよ。くそれは本当恵まれてるなと思いますそずるいっすよ、ね、ずるくはないんですけど。健康保険とかも福利厚生がある。年一で健康診断も行ってます、自費で人間ドック羨ましい限りですけど、でもその分当然出社とか大変なんですか？まあね、でもうちの会社11時出社なんでいいな。まあね、いいな。オフピーク出勤が一応できはするという感じでありますね。フレキシブルな。もう完全に自由業なんですか？そうですね、僕は今もうまさにっていう感じです。そうなるとやっぱ、ね、自己管理の世界ですから、そうなんですよ。それこそ不健康になっても誰も気づかない。そうなんですよ。それでようやく今年37になったんですけど、初めて人間ドックに行き、特に今んとこまだ大丈夫だねみたいな。よかったですね、だったんですけど、健康とは別に僕はすっかりダイエットの達人。もう十何回とダイエットを繰り返してきている。なんかアメリカンジョークみたいですね、私はもう十何回もダイエットに成功したもう波がすごいんですよ、太ったり痩せたりのじゃあもう健康そのものですか、恐山さんも？一応そうですね、年一でなんか健康診断もあるし、運動は大してしてないですけど散歩が好きなんで。いいですね。アイデア浮かぶのやっぱ散歩だわとかあります？それはないです。ないんですか？机に向かってる方が浮かぶとかですか？じゃあいつとでもない。なんかそうですね、机に向かって同じことを強制的に考え続けるっていうのをやってる方が、本来は実際は浮かんでるんですけど、歩いた方がアイデア出るよねっていう余地だけ残して散歩してます本当は違うの詰め込んで考えて、こういっぱい揺らした後に出てったら、なんかそれがこうふわーってうまく拡散してそうかもしれない。散歩してると散歩してる時に浮かぶことはないんだけど、実は散歩してることが延々となって室内で考える時にアイデアになっていると。その解釈いいですね。だったら認めてもいいだと思います。デズムさんは逆にどういう時にアイデアって考えてるんですか？僕はまずやだなっていう時間があって、で締め切りが近くなってきたらもっとやだなって締め切りモンスターに追われて、圧迫して圧縮して、しょうがない考えるかって考えて書きますそうですよねみんなそうだと思うんですよ。恐山さんもそうなんですか？いや、めちゃくちゃ同じだと思いますね。なんでこんな仕事を受けてしまったのだろうみたいな自分には分不相応なことをしてしまったみたいな。僕は認めないっすよ。そんな。いやめちゃくちゃすごい浮かんでそうなイメージで。そうでもないですよ。ヒトマニアのね、アンソロジーが出たじゃないですか。原口サスケさんの、重ねてとの楽曲を元にノベライズという、書かせていただいて、でダヴィンチさん、恐山さん出てるから、名義としては品田さんですか？そうですね、品田名義で書かせていただいて、もう読んでてワクワクする文章だなと思って読んでて、ありがとうございます。文字すらすら出てこないと書けないだろうと思いながら読んでましたよいや、あれも難航しましたね。そうですか。500文字ぐらい書いてから半年ぐらい何も書かなかったぐらいの、だってめちゃくちゃ筆乗ってる文章量でしたよあん中じゃもう本当に特に。いや、もうなんか膨らんじゃって、なるほど。なんかいざとなるとパンみたいな感じになっちゃったんですよ、途中から発酵したこれ一回種置いて、種がパンの大きさになっちゃってて、それ焼き始めたらどんどんでかくなってどうしようみたいな。長編書き慣れてないもんで、長編じゃないしあれ。僕もでも読んでて、これ大丈夫かって、これ畳めんのかと思いながらすごい膨らんでったのは確かに感じました。いや、ディズムさんのも面白かったですね、っていうか本はなんか難しいですよ。そうですね、試みが。ヒトマニアっていう楽曲は、いわゆるボカロ曲の文脈の中でも、特にそのストーリーと言えるものが一切ない歌詞なので、散りばめられていて、それこそ20年ぐらい前のボカロ小説とかは、物語形式の歌詞にノベルを載せるのはあったんですけど、もはや
ね、尻滅裂な単語の羅列と思われても不思議ではない。そこにインスピレーションにね隙間を埋めるなのか、なんか感じたものを載せるなのかわからないですけども、ね、やったりがありましたけど、あれはどういうところから考えたんですか？でもその今の自分が感じているインターネットへの解像度をおじさんなりにこう見つめ直しましたあ、なるほど、やっぱインターネットの曲でもありますもんね。そうですね、僕はインターネットっていうのが大きかったですね。恐山さんは？私はなんか言葉の連なりの不条理さみたいなところからちょっとやってみようかなと思って、あれを見て連想したのがジェームス・ジョイスっていう作家が書いたフィネガンズ・ウェイクっていう小説があるんですよ。翻訳版で6巻分ぐらいあって超長いんですけど、もうずっと支離滅裂な、言葉の連想だけで成り立っていて、何が書いてあるか全くわからない。それを日本語に翻訳した人もめちゃくちゃすごいんですけど。すごいですね。で文体、作中に登場するロボットのセリフは、文体のパロディーになっていて、いや僕さっきおじさんなりにって言ったじゃないですか、気がついたらおじさんになっててそんなわけないんですけど、でもいまだに心はいや大人はさとか言うんですよ。わかります。なんか、私もなんかちびまる子ちゃんのお姉ちゃんとか年上の気がしてますいまだに確かにおじいちゃんはおじいちゃんだし、当然いろんな主人公たちの年齢をもう抜けてきたのに抜けてるのに全然年上に感じる。いやでも僕は恐山さんの文章を読んで、ワクワクするって思ったってことは若いんだと思う。でも合ってんのか、若いんだそうですね、一応だからその通りなんだ。いや、ありがとうございます、あれの感想を初めて人から直に聞いたかもしれないです。嬉しいな。もう一つお話ししたいこと実はあったんですよ、正しい人類滅亡計画。私がね書いた本ですけども、ちょうど4年前ぐらいに僕は購入したんですけど、人類滅ぼしたいなと思ってAmazon で検索かけたら出てきた本だったんですよAmazon で人類滅ぼすことを検索する人もね珍しいですね。なんか手段ないかなって危ない発言なのかなこれその時恐山さんの本っていうのを特に認識せずに読んで、そうか、こんな考え方もあるし、これが物語になったりするし、セリフだけで続けて戯曲みたいにやっていいんだみたいなのを読んでめちゃくちゃ面白かったんですけど、面白かったって言いたかっただけです。嬉しいよかった嬉しいと言いたいです。それに関してよかった、伝えられてよかった嬉しいがもう社内に充満してる状態ですね、これね。それで言うと私片白をやったことがありまして、なんかトーク伝達ゲームでお聞きしてて、リズムさんがね作られた短編の TRPGなんですけど、知り合いの方に誘っていただいて、こういうのがあるんでやってみませんかっていう風に言っていただいて、でディスコードを通じて遠隔で遊んだことがあって、すごく面白かったです、ありがとうございます、もうめちゃくちゃ恐山さんがどんな回答をしたか気になるのとあと僕のその片白をいろんな媒体でやってるんですけど、その度にダヴィンチ恐山さんのオファーはどうだろうかみたいな、毎回キャスティングに名前上がるんですよ。でもなんか人づてで恐山さんも体験されたって聞いてたけどなって毎回思いながら、なんかこうそれね申し訳ないというか、なんか悪いとも思わないんですけど、すごい偶然で遊んで1ヶ月後ぐらいのタイミングで人づてでオファーの依頼が来まして片白って舞台上でエチュード形式で実際に何も知らない状態で演じるっていうイベントをね時々やられてますけど、あれのオファーをいただいたことがあって、それでなんか知ってます先月やりましたって言ったらじゃあこれはなかったことにすいませんっつって一回生の娯楽と思って。そうなんですよね。 TRPG っていうゲームをねされたことはおもころチャンネルさんでダンジョンズ&ドラゴンズされてますよね。一回やりましたね。普段は TRPG 触れることってあんまないですか？
そうですね、TRPG は本当に数えられる程度しかやったことはないんですけど、面白いですよね。ああ嬉しい。どういうとこ面白いって感じましたか？面白いのは、やっぱりなんか本来想定されていないようなところにシナリオが広がってしまっても、どうにでも続けられるっていうところの自由度の高さ、まさしく。あとなんかやっぱ協力して同じ世界を面白くしていってるぞっていう、なんか二人三脚感もめっちゃ楽しいですよね。嬉しいですね。無茶すればどこまでも無茶できるんですけど、いわゆる進行役っていうゲームマスターの人が許す限りというか、ゲームマスターも協力者となってどこまで行くみたいな感じは僕もすごい好きでなんか恐山さんと TRPG やったらどんな話になるかすごいやってみたいです。楽しみです。やってみたいですけどね。私が最初にやった TRPG は、今もまあ覚えて10年ぐらい前にやったんですけど、パラノイアっていう、もう当然やられてる方はみんなご存知だと思うんですけど、疑い合う。そうです。ディストピア SFRPG になるんですね。みんななんか管理統制された未来社会でなんかミッションをこなしていくというやつなんですけど、なんでそうなったか忘れたんですけど、最終的になんか潜入した工場みたいなところが爆発してなくなって、焼け野原で素手で殴り合うっていうエンディングになった一番面白いじゃないですかそんなの。そうなんか超能力とかいろいろ登場する世界観なのに、なんかもうみんなパワーを使い果たし、捨て頃で勝負がついてました一番面白いです。めちゃくちゃ面白かったです。命の軽い世界観なんですよね。そうですね。世界設定が、残機みたいなものが存在していたりとか、死んだら新しい自分が来ていやもう次はもっとうまくやるからって言って。そう、あれは未だになんか覚えてるし、なんかめちゃくちゃ楽しかったですね。レンタルスペース借りてね、それは対面でやったんですけど、一番もうやっぱ顔見ながらの情報量違いますから。いや全然違いますよね。その TRPG やっててそうか一番面白いのはそうか、誰かとなんかその場での物語を作って協力して面白くっていうのを、いやなんか普段の TRPG 配信で僕やることが多いんですけど、やっぱその時会った人の一番いいところをね見たいっていうのが自分の中の欲でありまして、この人はこういう状況に置かれたらちょっと輝くんじゃないかみたいな、そうなんじゃないかって、恐れ多くもではありますけども、恐山さんをどこに放り込んだら一番光ってくれるのかみたいななんか考えてみたいですね。なるほど。どうですか、なんか自分がこういう体験してみたいとかないですか？いろんな世界を体験できるのが TRPG だと思うんですけど。確かに、でもそれこそなんか片白とかもそうですけど、ああいう閉鎖されたソリッドな空間みたいなのは、シチュエーションとして結構好きなんですよ。そういう中で試行錯誤していくみたいなのは割とやってみたいなと思いますね。でもいざ本当に自分が映画の層みたいな状態になったら、もう気がおかしくなっていや本当にね、大変なことになりそうですけどね。正気がどんどん失われていってしまうという、でも正気を失ってる自分を演じるのは楽しいですからね。本当にそうなると辛いだけなんですけど、そういうのを疑似体験できるっていうのは僕 TRPG のまた別の面白さだと思いますね。なかなかでもこう普通に暮らしてると、というか TRPG を日常的にやっている人たちと関わりがないと、なんかなかなかやる機会がないものでもあって歯がゆいですよね。なかなか入り口がちょっとどこにあるのか分かんないのと、そこのハードル超えるのは難しそうに感じますよね。始まっちゃえば日常言語で全部進んでいくから、今こうやってお話ししてるのと大差ないですからね、実際のところは。でもやっぱ最初に体験する人はこの履歴書のようなものは一体何ですかみたいな書かされるんですよね、キャラクターシートってやつを、ステータス能力値。そう今どうなんだろう。もう身の回りで TRPG この人やってるなとか、話題に上がることとかあります？知り合いには何人か結構日常的にやってる人はいますね。なんか半年かけてクリアしたみたいなそういう超大作をやってる人とかもいて、うわすごーって。なんかそうなるとちょっと大人のたしなみみたいな感じもありますね。いや大人の遊びですね。確かにね。決まった集まりで、そうやって顔を合わせてやってるのかな。やっぱ今インターネットなのかな。やっぱ今はディスコードとかそういう通話ツールもねめっちゃありますから、充実してるから。そうか。
もうなんていうか趣味でやる TRPG も結構多いんですか？いやーもっぱらもう配信になっていて、で自分でシナリオなりなんか書いて、でそれを配信者の方に遊んでいただいてが多いですね。なるほどなるほど、はい、やっぱそれをこう後方でこう腕組みして見てるときって、どういう気分なんですか？作ったものをやってもらってるみたいな時って。マダミスってされます？マダミスも何度かしてますね、店舗でやったりとか遠隔でも。脱出ゲーム謎解きマダミス TRPG って知らない人からすると割と一緒くたというか、まあそうですよね、重なってる部分もまあ多いですしね、そうですね、間違いなく重なってるとこもあるんですけど、 TRPG はでもさっき恐山さん言った通り、でもどれもそうなのかな、一緒になって面白くするぞって見てますよ。なるほどなるほど、別によく言われるんですよ、ひどい目に合わせてる元凶は俺だって結局手のひらの上で転がして遊んでんだろってよく言われるんですけど、僕としては一緒に転がってもっと転がそうよみたいななるほどなるほど、もっとザル振って細かいやつ出そうみたいなじゃあもうなんか進んでいくうちに、あれこうなっていくのかみたいになって、なりますなります、全然想定と違う方に転がっていっちゃうみたいなことも多々ある感じですか？あります。そっち行く、よし行こうその方が楽しくてやってますので、一緒になってって気持ち強いですね。なるほどな、いやああいうのってやっぱこう一個結末がカチッと決まってるのも面白いですけど、そうですね、なんか決まってないアドリブでやっていくと、どういうラインがそのゲームとして面白いのかというか、そこが難しいですよね。完全に何も決まってない状態でままごとみたいなことをするのと、本質的な差がどこにあるのかみたいな。さすが目の付けどころがいやおっしゃる通り、別にどっちの良し悪しでもなく、やっぱ爆発して殴り合う面白さと、あと結末が決まってそこに収束したねっていうカタルシス、どっちも良さがあると思うんですけど、いやその集まったメンツだとどうなるか次第ですよね、何が好きなのか。やっぱゲーム性の高いやつの方がいいとかあります？そうですね、私はマダミスなんかだと、やっぱ結末がかっちり決まってるのがめっちゃ楽しいって思うんですけど、なんか単にアドリブで進んでいって楽しいっていうのに加えて、物語の方にもちゃんと隠された事実みたいなものが存在していて、余地があって、そうですね、何らかの形でそれが分かるっていう、それがアプローチ次第で分かり方が変わってくるっていうのは理想的なアドリブといいですね、決まった部分との重なった部分かなと思いますよね。ゲームバランスが優れてると言えますね。だから自分から気づけた気にさせてくれるってことですからね。そうそれが一番いい気がしますね。いや今度ちょっと遊びましょう、一緒に。遊ばせていただけるんですか？いいんですか、そんな。いやぜひ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 。じゃあゲームマスターで一緒になって殴り合うとこまで行くかどうかちょっと確かめさせてください。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや楽しみ。じゃあぼちぼちつくみたいなんで。本当だ。僕あれですからね、社交辞令とかないですからね。いや私もないですやるって言ったらやりますからね。やりましょう。じゃあ楽しみにしてます。ありがとうございます。いろいろ教えてください。こちらこそ結末ってやつを見せてください。
よいしょ。疲れた。よいしょ、疲れたね。お願いします。お願いします。いや、さすがに2メートルのインコと格闘するのは疲れましたね。いや、食われそうになったね。うん、本当にいたんですね、2メートルのインコ。本当なんだよ。ちょっと2メートルは誇張だったかもしんないけど1はあるよ。確かに僕たちよりでかかったかも。そうかもしれない。いや、でもちょっと最近ね、ニュースがあるんだよ。インコ以上の。いや、インコ以上かもしれない。インコ以上だ。まあなんか何ですか？僕ら結構なんかソロ気質みたいなうんところあるじゃないですか。ありますね。そんなちょっとソロの活動に徹してた僕なんだけど、うんここ最近ユニット活動みたいなものをユニット、始めたんですよ。なんと6人、まあ、ユニットというかグループなのかな、うんみたいのを始めてしまって、すご。すごいですよ。なんか自分でもわりかし今でもどうしたらいいのかまだ結構手探り状態で不安なんだけど、ユニット、わかめそれはあれなんですか？うんうん、誰がやろうってなったんですか？それはね多分ちょっと今のところ秘密なのかな。なるほどまだなるほど。表に出てないから何とも言えないけど、うんまあちょっと2時3時以内でのうんユニット活動が始まったということでね。いいなぁ。いいな、なんだ。いいなですね。ワカメさんとかかなんかそういう憧れみたいなのある？ユニットとかグループみたいなものに。ありますね。なんか僕ボカディをよく出るんですけど、うんうん。やっぱみんなで制作するのめっちゃ楽しいですね。あー、確かにワカメさんいわゆる界隈曲みたいなうんやつ出してたもんね。出してます。ねめっちゃはず見られてるね。え。あれすごい僕も聞いていいなって思ったから。すごい。まあ真城さん知ってるんですね、界隈曲。いや、界隈曲僕歌いたいけどもなんかなかなか許可取れないものが多くて、確かに歌っていいのかなっていうのが。すごい。インターネットの暗がりの部分なのに。いや、それこそなんかワカメさんも歌ってたイワシの歌、うんあれって許可取れるもんなの？いやあれはまあ勝手にそうだよね。なんか勝手に僕歌いたいな。怒られたら消えるけどアンダーグラウンドなんでアングラでアングラ個人勢の強み。バレないように。いや、いいな。聞きた。いやでもね、やっぱそのグループ活動ってなってくると、当然その人との関わり方というかうん見せ方みたいなものもちょっと気使わなきゃいけなくて、あー確かに。僕なんか特に最近になってなんか自分の役割みたいなものをちょっと気にするようになったんだよね。役割。うん、やっぱ一応6人グループでやらせていただいてるんだけど、その中でもその人のそのテンポ感とか、あとは、なんかまずざっくり言うとツッコミとかさ、ツッコミ役ボケ役みたいな、はいはいはい。そういうのがあって、やっぱそれらが被ってしまうと当然なんか話がギクシャクしたり、うんうん。動画を見てる人たちからしてもなんか見づらいものになってしまうなっていうのが感じて、はいはいはい。その役割に徹しなきゃいけないなっていうのを最近すごい思ったんだよね。すごい。真城さんはどっちなんですか？ボケとツッコミで言ったら。ボケかな。ボケか。でもどっちが好きとかはあるんですか？好きで言うなら多分ボケが好きだと思うね。ただボケるなりにこれ面白いボケにできてるのかなっていう不安もあって。確かに拾ってくれる人がいるから。そうそうそう。確かに伝わるボケじゃないといけないですもんね。これが難しいんだよ。うわ難しそう。ちなみにワカメさんってどっちだろう。どうだろう。でも突っ込むとかはないけどボケることもない、起伏のない人生を歩んでます。でも多分どっちかは絶対あると思うから、探してみたいけどね。まあでもどっちかで言ったらボケなのかも。確かに強いて言えば。さんボケっぽい。じゃあボケとボケが集まっちゃった。いやそうなんで、だから基本的に6人もいるから当然僕と同じようにボケの人もいるのよ。だからそのボケとボケが集まっちゃった時どう
ボケていいのかっていうのも最近すごく悩んでて、確かに。どうすればいいと思う？ボケとボケが集まっちゃったらもうボケるしかないんじゃないですか。ボケるしかないのか。ついてこさせない、誰も。いやそこなんだけどね、僕どうしてもなんか自分のボケがかぶっちゃうとその人の魅力も減っちゃうから一旦引いちゃおうかなって思っちゃうんだよね。なるほど。一旦僕自分を抑えてその人にボケをあげちゃおうかなみたいな。確かにそれもある。でもなんかこうダブルボケをすることによって輝くボケもあるかもしれないですよ。もちろんこのなんていうか駆け引きというかそうだったんだ。そうなんだよ。これを今、最近の悩みかもしんない。それ最近はそっか、配信だとそうですね。ユニットって考えたらいいなじゃないかも。いやねいやもちろんね楽しいし、ユニットや活動すごく嬉しいんだけど、でもやるからにはやっぱちゃんとみんなに迷惑かけたくないからやらなきゃなっていう気持ちが相まって、どうやったら面白い動画が作れるんだろうって最近すごく悩んじゃう。確かに。なんか参考にしてる YouTube チャンネルとかあったりするんですか？話す時とか掛け合いとかで。全くないんだよ。全く手探り。おすすめないかな？なんかおすすめ。僕でもあんまりそういう YouTube 使わないから、こう歌とか探したりする時しか。僕も。でもなんか見てるのは成人男性3人組っていう、はいなんか歌い手さんのグループで、そこの掛け合いが結構面白くて、なんて言うんだろう、飾ってない感じがあって面白いんですよね。なるほど。そこ結構でもやっぱボケツッコミ分かれてていいかも。確かにね。でもそれ仲良しが前提になるよね。確かにそうですね。そう僕らが仲良しじゃないっていうわけじゃないんだけど、まだ関係性というか構築しきれてないかなっていう部分も多々あって、ってなってくるとこれからなのかなっていうのはあるかもね。確かにみんな手探りな状態なのかもしれないですね。そうだよね。多分みんなも同じことを思ってると思うな。難しい問題でしょこう自分だったらどうしようが全く出てこないですね、その悩みに対して。僕も初めての経験だから難しい。でもなんかそのタジタジの真城さんみたいななんかなんて言うんだろう、真城さんの印象なんですけど、喋り方のなんか波があんまりない気がして。確かにそれはそうかもしれない。なんかなんだろう、テンションが変わんないのか。こうなんか音程の上下とか音量の上下はあるんですけど、こう割となんかイメージとしては淡々としてるって印象で。確かに。だからなんか怪談の読み物とか怖い読み物合ってるなって思って見てたんですけど。本当？それ嬉しいなこの前なんか動物園のゲームしてたじゃないですか。した。その時もなんて言うんだろう、印象がその怪談読んでる時と変わんなくて、こうなんか面白いことしてるのになんかこう淡々としてるっていうか、なんて言うんだろうな、あれすごいいい。ありがとうなんか褒めちゃった普通に褒められたグループの時ははっちゃけてるんですか？どっちかっていうとなんか自由人というか自由にやって、なんか周りに突っ込んでもらうっていう感じなのかなとは思ってる。確かにボケだったらそうか。意外な悩み。そうなんだよ。でももしかしたら、1年後とかにはツッコミに回ってるかもしれない見たいな、真城さんのツッコミどうなるんだ今後楽しみ。期待には添えたいな。大丈夫だと思いますよきっと。何の根拠もないけど、周りがカバーしてくれると思う。なんかユニットってなるとなんかみんなでスケジュール合わせたりするじゃないですか。
あれってスタッフさんがやってくれたりするんですか？いや自分たちで自分たちすごい。そうこの日空いてますか、空いてません、あじゃあこの日はみたいな感じで、わすごい。しかもそれが6人になるからすごく大変だな。めっちゃ大変そう。うん僕ボカディオの時とかなるべくスケジュール調整するようにしてたんですけど、うんまとめるのめっちゃ大変で、4人とかで参加しててもそれだったんで、6人考えらんないかも。いや考えらんだよね。僕も本当にこういう経験がなさすぎて大変ひたすら大変だな。6人は基本は配信ってことですか？動画とかも。もう基本動画だね。なんか歌とかはやるんですか？歌の予定がね今んとこないんだよね。ないんだ。うんでも6人って大変か。6人で歌える曲だねでもコラボとかしてますよね、歌の。そうだね、たまにだけど僕はあれはどうやって進めてるんですか？基本的にはでも僕いつも誘われる側で、誘ってもらって、じゃあこの期限の時までに収録お願いしますとかって感じかな。確かにそうだったかも。僕も誘わせてもらって期限を決めて、それで本当に期限通りに来て怖かった。いや僕期限通りだったっけ？期限通りだったはずですね。でもなんかその1週間とか3日とか遅れてはなかったから、基本こういうのってなんか1ヶ月以上遅れたりするんで自分の体験談以外でもこう話聞いてたりとかで1ヶ月とか、まあなんか納期通りに来ることがないっていう印象だったんで。そうなんだ。はい。僕はそうだったんだ。僕なんかわりかし自分の活動イコール仕事って思っちゃってるから、なんか仕事だから遅らしちゃいけないよなっていうのが強くなって、すごいなんか偉い自分で言うのもなんだけど偉い。めちゃくちゃ偉いですよしかもだって喉のコンディションとかあるじゃないですか。もちろんそれは余裕持って始めるって感じですか？でも本当にやっぱ最適な時にやろうっていう気持ちではあるかな。すごい。そうだね、やっぱ自分の活動を本当に仕事というかお店屋さんをやってる感覚でやってるから、確かになるべく見てくれている視聴者さんのためにもなんか自分の提供できる商品を出したいっていう気持ちで普段からやってるおかげで、遅刻とかそういうのはないのかもしれないな。すごい。全人間が聞くべきかもしれない僕も今でもその代わり、仕事以外は終わってるそうなんだ。うん。仕事以外なんか遊びとか友達とのなんか約束の時間とか結構遅れたりするのあるかもな。そうなんだ。もうそれなのに仕事はしっかりできるのやばいですね。意外となんかスイッチがなんかできてんのかもしんない。すごい。なんかよくインターネットで活動してる人とかって家の中で仕事するし、交友関係もインターネットの人だからオンオフがないみたいなあったりするんですけど、はっきりしてんのいいな。確かにこれはなんでこうなったんだろう。ちょっと自分でも分かんないな。といったところでここら辺ですか？場所はこの辺かな。ここがどこに向かってたかもう話が盛り上がりすぎちゃって忘れちゃったけど、多分なんか危ないとこだよここは。危ないところ嬉しい一人だと怖いですけど。そうみんなで行けば怖くないからじゃあ危ないところでここら辺でありがとうございます。ありがとうございます。
しお疲れっお疲れした。疲れてます。疲れてる。俺すぐ疲れちゃうんだよね。しかも体力はないタイプ。もう眠いみたいなもんですか。なんだろうな、ずーっとだるいんだよね。ずーっとだるいよ本当に。そういうのはない一切。でもそうですね、ないのかもしれないです。そうやって言われたら。もう起きた瞬間から疲れてるもん。なんか最近ちょっと思うんですけど、なんか、眠いってなんだろうなって、眠い時あるじゃないですか。なんだよその問い。眠いってこれ次の日寝れないっていう状態のことを眠いっていうような気がしてきてて。どういうこと？ちょっともうなんか次の日寝れないの？例えば2日間もう仕事でもうめちゃくちゃやって、ほとんど寝てないみたいな状況になって、でその次の日休みっていう時って、この後飲み行けますよね。まあ行ける。でもなんか次の逆にもう今日休みでした、一日何もない、全然疲れてないけど、明日4時起きみたいな、朝4時起きって時、なんかもうその時点で疲れてません？まあわかる。なんか精神、なんか俺の場合はもうもう次の日早いし、なんかつってなんか心がこうグーってなりますよね。だからもうなんか今疲れてるかどうかってあんま関係ないのかなっていう。いや今聞いて思ったのは、わけのわかんないこと言ってる。だいいじゃん。それありがたく思ってください。なんか意味わかんないことも言えるぐらいに、なんかこう心開けてるんですよ俺は。いやそうであればありがたいけど、本気でその眠いについてを議論する姿勢だと意味わかんない。眠いは眠いだろ、関係ないだろ。いやじゃあいいです。理解してくれない人には大丈夫です。ちょっといや、またなんか考えてみるよ。今のバサッといきますね。なんかこう理解してくれないときははっきり言ってくれますね。ちょっとそれで無理してついてってもと思って、なんかつまんねえなとか言われそうですね。あと 1,2 時間喋ったら。それはないよ。そのなんだよ、唯一面白いっていうことだけが、それ以外は本当にいろいろあるけど、何ですかそれは。面白いってこと以外はそれあんま俺嬉しくないんですよ。本当になんかたまにね、最高の褒め言葉だったりするでしょ芸人にとって。面白いからお前はすごいよな、ただただ面白いみたいな、言われるのダメです。僕本当バイトとかもできないとかいう時期すごいあったんで、もう怒られまくったりバイト先で、そういう時期で一回ちょっと崩壊しちゃってるんで、心だからそのそうなんだ、バイトできないとか仕事できない、そういうのを言われたりとか、何その行動みたいな、言われたりとかするの結構嫌なんですよ。それは一緒だな。それあります？俺も本当にバイトマジでできなかったから。できないタイプなんですか？そう、バイト飛びまくってたし。できそうだけどな。いやできない。もうね、もう嫌だってなっちゃう。この時間が嫌だってなっちゃって、もう本当にってなんか自分でもおかしくなっちゃう。バイトのその仕事はできるタイプですか？技術的には器用にはできる、正直。だけどもうやることがもうなんかで、当時も売れてもないからもう嫌だってなって、もうだから最後の方はなんか長時間が無理だから、てかまあやってなかったけど、それでもちょっとやんなきゃと思って、先輩芸人とかが働いてたホテルの清掃キッチンのちょっと心楽ですもんね、芸人いると。そう、それに3時間ぐらいで終わるから、でだけど7000円ぐらいもらえるっていうのをやってたけど、確かにバイトとかもできないし、確かに面白いとかってもし仮に言ってもらえて、もういやそんなんじゃ嫌だって思うね。思いますよね。ちゃんと働ける人でありたかったとか。お前なんか本当に面白くなかったらアウトな人間だからなっていう感じがするんですよ。そうって言われたらなんか意外に初めてそこの部分で共感したかも、人と。あんまなんかいなくない？結構芸人はもう面白かったら OK みたいな。 OK ですよ、みんな。嫌だもんね、面白い。もうそれでなんか天才みたいになって浮かれてる芸人いっぱいいますよ。いるよね。売れてる人でもなんかお笑いしかできない人多分いますよ。社会的にアウトじゃねえかお前みたいな。面白くてよかったなって思いますけど、僕はちょっと本当そこコンプレックスかもしれないです。だからそういう意味で言うと、だから結婚してるのとかすごい羨ましい。もうなんかまともな人間感がすごいじゃない。すごいです、結婚って。
あ、自分もそうなるんだ。いやそう見てもらえてるなっていうのはすごいあります。へえ、あ、やっぱそうなんだ。全然結婚したいな。したい。本当にすごいしたい。でも、もうなんかあるんですか、その幸せな家庭みたいなのがいいんですか。そう、経験してみたい、死ぬまでに一回。なんか自分の子供時代の印象、本当に真っ暗な家庭って感じだからさ。そうなんですか。なんかね、感覚ね。でも多分俺がそう思ってるだけ。なぜなら兄弟は、お姉ちゃん2人は別にそんな風に思ってない。あ、そうなんですか。あ、じゃあちょっと嫌だったってことですね。別に環境が悪いとかじゃなくて、嫌だったっていう。なんか俺はね、そうなんだよね。なんかそれで母親と変に仲悪くなっちゃって、お姉ちゃん2人の結婚式出てないもん。何やってんだ。親戚のおじさんが急に正しいキレを。そうだよね。そうですよ。いや、なんかもう無理ってなっちゃって。お姉ちゃんと仲いいんですよね。あ、もう疎遠なんだ。仲いい。いや、むずいけど、仲悪いって言っちゃうと語弊があるけど、まあなんか家族の前だともうなんか緊張するかな。まともでいないと怒られると思って。そういう系か。だからまあそう、結婚とかでそういうの味わえてるの羨ましいな。じゃあちょっとしましょうよ、そういうちゃんと今度飲み会しましょうぐらいの簡単に言うけど。いや結婚しましょうよ。いや、したいよ。めちゃくちゃしたい。いいな、リアルに。だってしかもなんかテレビより YouTube の方がなんかより社会不適合感があってさ。あ、そのね、ちょっと思わない？テレビはまだ社会の中にいるじゃん。なんかこっちイメージだけですけどね。そうそうそう。だけど自分にはそれをこう落とし込んじゃって、なんかいいなみたいな。でもかといってなんか急にちょっと話変わるから、かといってこう何個も番組出るわけじゃん。僕とかそのそうまあ今お前らとかで言ったら、俺それは耐えれない気がするんだよ。なんでですか？それなんでかっていうとね、なんか最近もたまにテレビじゃないけど、まあなんかそういう仕事があった時とか、もうすっごい昔 1,2 年目だったら絶対喜んでたはずなのに、もうプレッシャーがでもう 1,2 週間もうそう2週間後にそれがあるってなったら、もう2週間ずーっともうバーってなっちゃうタイプ。そうなんですか？なっちゃう。真面目なんだ。まあよく言えばね。だからなんかすごくない？毎回それをさ、でしかももう変な話、準備期間すら与えられないぐらいポンポン入ってくるわけじゃんね。確かに。それ自体はきつくはないんだ。だからその割と僕はその滑るとか、その失敗する、うまくできなかったみたいなのを反省やめましたね。もう良くなかったなーってなってからズーンってなって。じゃあまず最初は基本的にはしてたん？してました。それ出たての頃。もうだから賞レースとか落ちたら、もう人生の終わりみたいな気分にそうでしょ、なってましたけど、もうその結構そのモグライダーの柴さんがにそれを言ったんですよ。受けた時はとにかく調子に乗るし、世界一俺は面白いんだっていう気分になっちゃってるんですよ。で滑った時は、もうどん底、俺が日本って一番面白くないみたいな気分。なんで世界で1個目行ったのに滑った方が日本なんでしょうね。いいよいいよ、思ったけどね。真面目だな。一番面白くないって思っちゃうタイプだったんですよ。そしたらそれお前持たないからって一回言われたことあります。10年ぐらい前に言われた気がしますね。あ、そうなんだ。そんなんじゃお前芸人ってなれもっとチャランポランじゃないとダメだよって言って、責任感とか結構危ないからって。だってその時はまだモグライダーさんもテレビには出てないです。その時にすでにもう、もう苦労してましたけど、別に受けようが滑ろうが、受けたらラッキー、滑ったらもう別に俺そういう人間だもんって思わないとやっていけないよみたいに言われて、かなりそれが刺さったんですよ。それでもうすぐ帰れたんだ。いやだからもう滑った時に、まあ別にまあ俺面白くないしって思えば終わるし、で受けたらオッケーラッキーラッキーっていうぐらいだったら楽ですよね。それにしたらやっぱなんか変わる？いろいろもうなんかダメージが少ないですよ。じゃあなんか大きい仕事があるってなったら、その前に緊張っていうか大丈夫かなとかもないの？それはどちらかというとその後っていうより前の話じゃん。そうです。でもそれはすぐ緊張しますけど、そのダメだった時はもう
忘れもまあそうかダメだった時のダメージをもうそれで切り替えれるって分かってるから、ある意味そこまで要はさ、事前に思うことは失敗したらどうしようだからさ、失敗をとにかく経験したくないってなってるけど、まあ最悪しても大丈夫なマインドだからなんかいけるのか。そうです。すごいね。あとなんかちょっとこう自分の中で、もうなんでしょうね、半年したら、半年経ったら全て忘れてる気がするんですよ、世間って。確かにな。自分の中だけの話なんですよね、トラウマとか、そういうのって、だから例えば僕が死んでも、半年後には別に誰も泣いてないじゃないですか、ぐらいの感覚でいけば、まあどんだけ失敗しても別にみんな覚えてねえしって思おうかなっていう。すごい。でもよく考えたら似たようなことを昔、ちょっと若林さんに、オードリーの若林さんお世話になってたけど、オードリーの若林さんがが似たようなこと言ってたけど、やっぱ確かにそのなんつうの、いや失敗してもちょっとニュアンス違うかもしれないけど、失敗なんてそれこそ誰も失敗したってことはそれこそ YouTube の再生数で言ったら、誰にも見られてないから、だから気にする必要がないみたいな。うわ、同じこと言ってるじゃないですか、俺若林さんと。いやお前は柴さんな柴さんの俺に伝えただけな。一緒のことは言ってない。来ましたね、俺若林さんぐらいのとこまで来たってことですよ。いやそうではないと思うけどでもそこでやっぱすごいなと思うのとは言われて、ちょっとこの心を軽くする材料に今でもそれはなるが、そんな切り替えるほど柴さんに言われてすぐ切り替わったぐらいになってるのすごいね。いやいや、なんかもう本当に、逃げなんか急に携帯をなくした人の動きし携帯が鳴ったんです。失礼かなと思ったんです。すみません。僕でした。奥さんか。いや奥さんじゃなかったですけど、そうですね、今だから僕が携帯なった気がしたんで、こうおっと触って、どこだっけ携帯っていうね、ことになったけど、それで宇治原さんの携帯が鳴ってたらボロクソ言ってやろうかと思ってたんですけど僕でした。すいません。そうだね、俺のは何にも動いてない。すいません。そうなんです。ちょっとでももう逃げの美学というか。いやでも大事な気がするな。俺もう本当一個一個すごいめっちゃ反省しちゃうもん。だからもっと言うと、別にそこまで興味ないんですよ、みんな宇治原さんに。びっくりした。そうだよね。そうです、だから、その宇治原さんの失敗も、知らねえよっていうことなのかもしれないですよね。でもさ、考えすぎちゃってさ、その理論は正しいんだけどさ、でもこの反省とかをするから改善できていい方に行ってんじゃないかっていう反論も出てくるのよ、自分の中で。わかりますわかります。ってなると、反省はこのままし続けた方がいいのかみたいな自分が出てきた時はどうそいつを潰してんの？そうですよね。だから反省しないやつなんて成長しない気もしちゃうんですよね。そうですよね。成長はしてないです、俺はもう10年前に柴さんにそうやって言われた時から成長してで成長はしてない。いやでもまあ聞いてたらあれか、反省してる方が持たなくなって潰れちゃうんだもんね。そうです。ってことでなんかゆるくっていうかやってた方が毎回経験はするから、実は成長していくのかもね、そっちの方が。小学校の頃俺学校で一番面白かったんですよ。すっごい自信、いやもうなんかまあでもそうだよね。そうだったんだ。でもう僕とハンクみたいな人がいっぱい来るみたいな。すごいね。席高野どこでするのみたいな、っていう感じだったんですよ。まあ特に男子からですけどね、人気あったの。そりゃそうだろ。そりゃそうだろじゃねえよ。当時は女子もう笑わせてたわ。今は女子笑わねえけど俺では。いやそんなことないだろ。笑ってくれてる人いると思うよ。変わり者だよ、俺で笑ってる女子は。まあ確かに変わり者ではあるね。でも、その時なんですよ、多分俺のピーク。はい。その時ほど、なんか人気者じゃないんですよ今。それ辛くない？だからもう成長してないです、小学校の頃から。そもそも小学校の段階で、小学校レベルではすごかった。そっからみんなぐんぐん面白くなっていく中、僕はその時の面白さで今戦ってるんです。ちょっと待って、ちょっと違うけど、大体小学校面白い人ってそのノリを中高まではちゃんとキープできる気がするんだけど、違うんだ。中学出足したんだ。もう思春期で女子と喋れなくなったんですよ。確かにそれはあるかも。で男子とこうやって面白い話をしてるのを女子に聞かれてんのも、なんかうわなんか面白くないとか思われそうとかなって、どんどんこう小さくなってきました。俺なんかちょっと違うけど、逆に俺も確かにすごい喋って目立ってるタイプでしょ。やっぱ小学校だけど中高ぐらいからなんかやっぱ男になってきて、このモテ要素とかも重要になってくるじゃん。例えばなんかちょっとヤンキーがモテたりとかのがあって、
やばい、この地位を脅かされると思ったからより気合い入ったイメージあったけど、なんとかその自分はヤンキーでもないから面白いみたいなところをとにかく確保しなければみたいな感じで、実際面白かったか別としてなんかより中高の方がなんか加速した感はあるけど、目立とうっていう。そうそう。でもじゃあ人気者ですか割と。なんかねこれも難しくてね、本当に今この37、8になって会えてよかったけど、27ぐらいまで本当に人として終わってるからさ、尖ってるし、だからちゃんと嫌われてはいいんだよね。ああ、なるほど。出しゃばりとかそっち系に思われるってこと。出しゃばりもそうだし、なんだろう、暴力を振るうからいやそ小中高よ、小中よ、小学校までだな。普通に喧嘩強かったんですか？弱い。でも手出すんですか？手出す。でもそれでやり返されるとかあるんですか？やり返される。で負けるそうだ、そんなんがちょいちょいあったから手が出ちゃう。ちょっと今のだって27まで暴力を用いてた人みたいになっちゃったけど、それは違うんだけどねだいぶ早い段階だけど、学生時代。ああ、そうなんですね。だからそうだね、人気者っていうかなんか嫌われたり、だって学年全員に嫌われてたことあるからね、一回。もうそういうタイプか。そう。なるほど。でだけど俺さっきお姉ちゃんって言ったけど、一人が要は俺双子なのよ、男女の。そうなんですか？そう言ってます？たまにでも知らない人多いかも。似てるんですか？じゃあ一卵性。男女の時点で二卵性だから。そうなんだ。一応バカみたいな感じで今喋ったな。今俺のことバカみたいな感じで扱ったな。そうまだ知らない人いるんだもん。いや男女の時点でそうか、似てる。だからそれはもう双子っていうよりもほぼ兄弟になって同じ日に生まれてるに過ぎないっていう、だからあんま似てないかな。でじゃあもう本当にお姉ちゃんですか？お姉ちゃんだからそれにいじめられてるのを見られてるのがプライドが許さなくてなんかっていう記憶が今思い出してちょっと吐きそうになってきてでお姉ちゃんは別にそういうタイプではない？お姉ちゃん地味だから。そうで、じゃあ弟が同じ学年の人から嫌われてるっていうことなんですよね。そう、今だったらそれ聞いてみたいかも。どう思ってたんだろう、だって言われてたでしょ、お姉ちゃんも。何が？あんたの弟マジ嫌いとか言われてたかもしれないですよね。可能性はあるよ。すごいなその話。逆に小5で一気に嫌われたんだけど、それまではなんか自分がお山の大将みたいな感覚でいたから、逆にそのお姉ちゃんからしても、すごい人気者なんだってなってるとはなってたと思うけど、本当大失速したからな。いやすごいっすね。お姉ちゃん目線聞きたいな。聞いてみたい。どう思ってたんだろうと思って。今のそのなんか活躍みたいなってお姉ちゃんはでもね、安心してんじゃないかな。やっぱり下の名前新一って言うんだけど、多分家族の中で新一おかしくなっちゃった、もう家族とも連絡一切取らないし、このまま大丈夫なのだろうかみたいに多分なってたはずだから、なんとか良かったって思ってんじゃないかな。いや嬉しいですね、それはね。だから子供とかにも見せてるみたいだし。そうなんですか？そう。何を見せてる？めっちゃ嬉しい。でもそれをだから俺も一生思ったんだけど、聞いたことはないけど、最近はその GG チャンネルってメインの自分の YouTube の方は食べ物レビュー、俺が痩せてるから美味しいもの見つけようみたいなのやってるから、それはそんなに遂げないし、そうですね。それを見せてんじゃないかな。辛口というかそういうことですよね。そう正直言っちゃうみたいな。それ以外を見せてたら終わりでしょ。そうですよね。ぶっちぎれてるわけだし、血つながってんだこの人とそうなっちゃうから。いや僕もなんか姪っ子いるんですけど、に見せてるっぽいんですけど、本当に何を見せてるのって思うんですよ。で僕逆に確かに、宇治原さんで言うとこの、そういうレビューみたいなのないんですよ。なるほど。見せても大丈夫なやつがないんだ。ないんですよね。確かにどう思うんだろうね。だってなんか親族がコテンパンにやられてる感じとかもどう思うんだろうね。いやわかんないですね。やられてるし、でなんかエロ番組とか、そういうのも出てるし、で別にエロ番組だけなんか変なわけではない、基本的にこのスタンスだし、なんか、何見てでもし大きくなって自慢とかしだしたら、とか知ってる見て私のおじさんとか言って、こうなんかやったりとかしたらやばくないですか？それなんか危なそうだね。甥っ子だっけ？姪っ子としてはもうおじさんだし大好きだから、こう高いテンションで見てよって言うけど、子供たち周りの友達の認識が違ったら、うわお前血つながってんの？やばいっす。やばっ
っていうその子が傷ついちゃうことがあるかもね、そしたら姪っ子も多分俺のことをそういう人なんだってなりますよかわいそう。多分そうだよね、そっちによるよね。そこで一回世間を知るんですよね、子供はね、あ、そう思われてるんだ、あんなに優しいおじちゃん、あ、子供たちからこんなに肝がられてるんだ。それ言った方がいい。それ何、お姉ちゃん、誰の子供？弟です。弟か。弟に言っといた方がいいんじゃない？それあんまり、俺と親族だって言わないようにしとけよって言っとけよ。かもしんないですね。言っとこう。かわいそうだけどね。かわいそうですけどね。かわいそうだけど。悪いことしてねえし俺だって。やっぱ悪いことではないけどね。褒められたもんでもない。褒められたもんではない。俺もなんだけど。そうなんですよ。すごい世界に飛び込みましたよ。俺みたいな本当にまあそうですね、本当になんかびっくりする時あるというか、芸人のこの派手さとか、あと豪快さをもう引いてんすよ俺は正直。よくやれてるな。じゃあよくやれてる。そんなに取り囲まれて。もうそうですよ、頑張っていかなきゃいけないんですよ。芸能界に俺だけなんか、江東区代表みたいな、江東区から頑張って参加してる人みたいな感じしますよ。あ、そう。俺だけ普通の人みたいな、普通というかその芸能界にいるべきじゃない人っていうのが思っちゃうのね。思っちゃう。いやまあでもとりあえず姪っ子、おいっ子ごめん。姪っ子だ。姪っ子だ。姪っ子か。姪っ子にはね嫌われないでほしいな。僕は嫌われたくないですけど、そのね。まあじゃあちょっと言った方がいいよ。今日いいな、もうこの後すぐ。じゃあちょっとまだ話したそうだけどもうついちゃったから。じゃあ降りましょう。本当にいいよ。一番恥ずかしい。ちょっと喋りたい。片方ちょっと喋りたい。実は一番いいかもよ今から。そうですね。まあ言っといてとりあえず。この後ね、なんかシーンで終わるの嫌ですもんね。そう。降りましょう。はい。すいません、配車1台ってお願いしてもいいですかね。はい。そうっすね。ちょっと、なんて言ったらいいかな、グレーな感じの見た目してます。はい。お願いします。すいません。